テイク3かな続きですね、続き、今度はねもう僕の一遍上げてる動画に視聴者の方からご質問もいただいたし、ちょうど私のお客さんからもまたこういう動画作ってほしいっていうリクエスト動画ですね。皆さん絶対経験してる糸切れ対策、糸がこうニュニュニュッとよれてたりとか、途中プツッと切れたりとか、ちょっとその原因の方ね順番にちょっとやってみましょう。で一番に多いやつが、ちょっとミシンもう溝ついちゃってますよね。こう糸道がここにね、本当だ、見える、これで見えるかな、画面で見えるかな、ちょっと見にくいけど、ついてますね。ここはっきりついてますよね。正面あったらいいんか。そうですね、折れてるところでもう糸が擦れちゃって、で擦れてるところがだんだんよれて、ある日その酔ってるやつの一本がプツッときたらもうそこからツツツッと、長年使ってるミシンって大抵ここの部分、それから天秤、そうですね、かもしくはこのピンピン針がもう溝がだいぶ掘れてピンピン針が折れる寸前までなってる。なるほど。かもしくはこういうもう必ずどこかね糸掛けのところにねこういう糸で削られた溝があるんですよね。古いものだとだんだん知らんうちにいろんな場所が。そうもう仕方ないです。もうそれだけ年数使ってるからよく頑張ってくれたミシンなんで。ただこれ部品変えるだけでね全然直っちゃうんで、これもここの横開けたらこの分厚変えれますし、天秤もちょっと面倒くさいんですけどやっぱり横開ければ変えれますんで、コストさえ許せば全然綺麗に新しい部品に変えれるんですけど、原因はもう一つはこう糸道関係ですね。でもう一つはね実はね糸もあるんです。糸も結局紡績工場で作ってる状態がやっぱりほぼ100点に近い糸もあれば本当量産で6本入りのやつ買って1本だけなんとなく巻き汚いなっていうのがたまにあるんですね。80点の糸か、70点の糸か、結局合格基準さえ達したら検査された段階でこれ OK ですよで出荷されてるんですけどどことなく相性の悪い糸、そしたらもう下糸と上糸を左右入れ替えて、あれこっちの糸変えたらなんともないじゃんっていうことが、ただ糸の可能性は10% ぐらい。10%、20%。糸立てのところに溝がついて僕ダメになったの見たことあります。ありますね。ここもね、糸が切れる原因。樹脂のところがもう掘れてるっていうね。今思ったんですけど、そう考えたらなんて言うんだろう。ここ今デフォルトだとついとるじゃないですか。これ溝ついちゃったらこれ取ってあげちゃえば最悪。そうですね。変えなくても糸立てを変えなくても。僕が中古の糸立てすんごい適当につけてるから。横着してわざわざ糸立て変えるとかバカバカしかったらこうやってやるとか。そうですね。それもありですね。やっぱり適当ソングさんさっきその糸立てのここっていうのもやっぱりその糸道の一つですからね。それも原因で結構あります。なるほど。何かしらそういう糸が擦れる場所のせいで糸が本当よりを作ってるやつの一本が切れてスーッと上がってきてこの辺にぐる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 っとなっちゃう。でもう一つ今度針ですね。もう猫西さんもどんどん寄ってもらって。映ったら飛ばしとくんで大丈夫です。今日は有名ブロガーの猫ミシンさんが今日はお仕事姿でお忙しい中超ご近所のね僕の先輩なんですけどね。でお互いやってるの知らなくていやすごいそう本当のジモティーですね。本当のジモティーよね。でいや撮影のぜひ私も勉強になるから遊びに行きたいでどうぞっていうことでね。いや面白いな。もうどんどん質問をありまくっていただければ。そうですね。インフルエンサー3人もで与田さんとってこれ針穴がこうあってだんだんこうぐっとこう絞れていってるんですけど、でここにまたこうちょっと絵が下手くそでごめんなさい。もうこれが針のそのえぐりというかウエスト部分ですよね。この釜が来るここら辺にねよくあるのがここです。釜と針が当たってこの辺にぐちゅぐちゅっともう指で触ったらちょっとザラッと出てくるんですが、糸がこうほんと通りますよね。糸が通って必ずここの上を擦れるんで
この擦れて釜が拾う時にやっぱりここでこすられるんでね、釜詰めが拾う時に、一番簡単なのは本当、まずは針一遍疑ってみてください。針疑ってその次がこの糸道関係でしょうね。でその次があとはね、糸よれのもう一つ、これも針絡みなんですが、釜調整が悪くて、今度は針を横のイメージで見てください。えぐりがね、えぐりきますよね。で糸がこう来てます。糸がこう来てます。でこれ釜調整が悪くて、本来は釜がここを拾わないといけないんですよね。ところが半割れ半割れって言うんですが、この糸のど真ん中を針が拾っちゃう、釜詰めがたまたま拾っちゃう、もしくはその糸の暴れ具合で、その関係でたまたま釜に対してその結局ここを捕まえないといけないのが、ちょうどそこに糸がドンピシャけてて、糸を1本この一番端っこが拾って引っ掛ける。そしたら糸よれの1本プツッと切っちゃったら、そこからまたジュ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 ッときちゃって、そうか。さいさい頻繁にもし針も変えました、糸道も問題ないで、糸も問題ない、その場合はね、やっぱり釜を疑うことも必要なんですよね。でもう一個釜の原因、もう一個ちょっと画像コピったんですが、めちゃくちゃ分かりやすい。針がねやっぱぶつかるときに釜のね一番よく傷が入りやすいのが釜のこの先っちょなんですよね。釜先、釜先って皆さん言うんですけどね、この釜の先かもしくはこの辺り。そうですね。でこの辺りって結局糸が下上糸を拾う時ってこういう感じのイメージで拾っていくんですよね。そうですね。そしたらここで糸がすごかれるこの瞬間にピッと1本切れたらスッと上がっちゃうわけなんですよね。結局これが針についてる上糸ですから。拾いました。ここでやっぱり少しすごかれます。すごかれて釜が一回りしてますんで。でそうなった時の対策なんですけど、これ非常に簡単です。サンドペーパーで磨くんですが、一番傷が入りやすいところ、そうですね、この辺りですね。この辺り、それからこの先っちょ。そうですね。で逆にこっち側はねほとんど影響ないです。意外とそうなんですね。だいたい傷が入るのがこの針先もしくはこの横ですね。丸くなってるやつもありますもんね。ありますね。でじゃあちょっと実際ね、これ現物、これ適当ソニングさんと猫ミシンさん触ってみてほしい。ちょっとさっきちょっとザラッとしてるでしょ。こっちこういう撫で方、なんかちょっとザリザリっとくるでしょ。ザリッとしてる。これねもう釜先が傷ついてる状態なんですよね。こっちの方が分かりやすいかな。これでねこうなったらこれもちょっと先傷ってますね。爪でやると引っかかる。こういう撫で方ね、ちょっとザリザリっとくるんですよね。もう釜先がダメなんですね。これがねつるっとコンっていかんですよね。でもこれ一番簡単なリカバリー、サンドペーパーです。320番240番、これで320ですね。320番で、布の方がね扱いやすいです。紙はねちょっとやってたらねすぐビリビリビって破れちゃうんで、布サンドペーパーそんなに粗いやつでいくんですね。そう確かに。千番とか。いや千番はね滑らかになっていいんですけど削れないんですよ。番手が細かすぎて。で320番ぐらいでざっくりこすってもらいます。でその後もう一段上げて400番で傷消しというか仕上げを、要するにそのザラザラを取るということですよね。それで先っちょを磨いてこの横面をこう磨いて、ただちょっとやりすぎに気をつけてもらいたいですね、釜先が。ただね320番というかサンドペーパーで人の手ぐらいだともうほとんど削れないんで、もうただひたすら磨いていただいてちょっと滑らかになる手応えを感じていただいて、
じゃあちょっとこれね実際についてるミシンの状態、これはまあ中でいってますね。これちょっと適当そうにさ触ってみて。まあ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 だいぶ滑らかになったでしょ、さっきよりも。さっきよ猫じさん触ってみて。だいぶ滑らかに。全然違う。違うでしょ。これは実際じゃあミシンついた状態でやる。確かにミシンについてるとまたそうなんですよ。やりづらそうですね。ちょっとこやりづらそうだな、慣れるまでが。う。だから紙のやつだったらねビリビリ破れちゃうから、あサンドペーパーを帯状に切っていただいて、もう手でビリビリ突っ込みやすいように。まあじゃないと釜外すとまた釜合わせにしないといけないですからね。そうとなっちゃうんでね。バカバカしいですもん。素人だったら戻せないか釜合わら。せできる人はいいですけど、んそう。まあでも手でそのザラザラ感を感じるってことは糸の抵抗がそれだけかかってる。そう、それだけね、糸がずりずり擦れてるんですよね。はいはいそのバリというか傷状にね。これ適当そうにさ触ってみて。もうだいぶ滑らか。ああ、ね、この内側からの方が大事、どっちかとね。こっち？そう。いや意外とこっちは僕意識したことなかったっすね。でもね、糸が絡むのは、そうか。縫われる時ここで引っ掛けながらくるっ縫われると時糸が絡むのはこういう動作で縫われてる引っんですよね。掛けてここら辺の面の糸は通るは通ってってこ感じでの状態でいすよね。くから一番この裏側がこすられるんですよね。だからこの裏側とこの剣先にバリがあったら NG なんですよね。でこれで320ってちょっとある程度傷が取れましたんで、で今度は400番。おお、結構ガチですね。今度ね400番で、もう言ってしまえばミシン屋さんの仕事をまあそうまたミシン屋さんからね低評価入るよ。いやそんなことはないアンチつきますよ。いやでもまあ自分でできることはね、まあそうですね。サンドペーパーだったら家にあったり、そうするから本当ホームセンターでね、うん買ってきていただいて。最悪自分の持ってる番手で頑張るっていう手段もなくはないですからね。今よりはマシになるはずだから。糸切れが激しければ。だからどの面に糸がこう引っかかって縫われてるっていうのをイメージいただいてね、その面を削っていただければ。相手はもう鋼だからもう全然傷が取れる程度で全然削れないんで、この程度では。こんなもんでしょうね。これで触ってみて。適当そうです。だいぶ滑らかでしょ。滑らかだ。うん。確かに。うん。こういうイメージです。これでね、釜のメンテナンス完了なんですよね。ですね。この3つ大体チェックしていただければ、糸よれ対策、取れると思います。ただ、やっぱり部品変えるとなったら結構地味に面倒くさいんでね。そうですね。また針もあと結構古くなってもずっと使ってる方おられますね。いらっしゃると思うんですけど、やっぱり結構こまめにホームサインの方で針って変える必要はあるんですかって言われることが、中に本当中におられるんでね。折れなければ使えるという、もう本当なんて言うんだろう、このパーツの一部のように捉えてる方が多いかもしれんので、すごい針、でも針もそうだし、その釜も消耗品なんでね。そうですね、消耗品ですからね。そうこれね、これもたまたまね今日撮影に残しとこうと思って置いてたんですけどね、これ昨日僕の長井市のミシン屋さんが連絡してきて、備前の方のお客さんで極厚縫ってる方で針が折れるばっかりするんですって話になって、で針折れるったら釜タイミングかなで新品の釜持ってましたよねって連絡もらって、ああ持ってるって、いや一応持ってってみてください、新品の釜かもってから、いや釜そう簡単にって思って、で持ってったらこれ釜先ねまだ傷んでないんですよ。釜先綺麗なんですよ。もうなんか本当にでツルツル。釜の形状も結局ほら適当そうですけど、釜の形状も釜詰めもそんなちびってないですよね。そうですね、グリッとね、これ釜生きてるでしょ、でこれ原因なんとほら見えるかな、映像で。見えるかな、映像で。このガタ、結局ここで釜の糸を拾うときに、そうですね、これだけガタガタなんですね。だからこの中釜で針が打って折れてるんですよ。そうです。やっぱり低速だと分かんないかもしれないですけどね。最初に1本僕縫ってて、縫えますね、釜タイミングを取れた、治ったで返し針ボキってそれを3遍やって、何が原因を持って
見たらこの中釜止めの中釜がもう爪が上から来てるんですけど、中釜止めから中釜が外れてるんですよ。なんちゅうこっちゃと思って見たら釜でした。なるほど。結構珍しいケースですよね。珍しいですよね。でこれはDY の350シリーズ、先日フィルターの犬で、使ってたミシンなんですが、釜の油が結局手差しなんですよね。はいはいはい、そうですね。で油刺すんですかって言われて、いあやごめんなさい、毎回縫うたびに刺してあげてくださいってお話になって、結構知らない方はもう油刺さなくても大丈夫とか、まあまあまあ、こういうオイルパンがあるタイプはね、勝手にオイルパン側から油が来て、もうオイルはもう全く私らが刺すことはまずないんですけど、手差しのタイプってね、油刺すの知らない方があるんですよね。ああそうか。だから釜詰めこれだけ綺麗なのに、もう中釜もこうもう手でカタカタ動くぐらい、これはでも初めてでしたね。これもう油刺さなすぎて摩耗して、そうなんです。その金属油刺しがとけばね、なんだこんなことなってないの。そうか、ガタガタに、もうガッタガタもね、でそれで針折れするっていうことですよね。3本4本ボッコンボ確かにコン折れて、せっかくタイミング合わせてもそこがガタガタするから、その合わせたところで拾えなくなったり、それがずれて針がボキボキ折れると。でもなんかそのミシン屋さん直し来たらしいんだけどね。いやまあまあまあ、どうしたのいいよな、まあいいんですけどとりあえず結果オーライお客さん喜んでくれたんで、問題解決。そうで、中古売れるかな思って嬉しくしとったらね、あ、女子チェック脱いだした、これならいいわって結局中古買ってもらえませんでしたミシャさんが中古多分買いますよって思ってよっしゃー思って言ったらミシン買ってくれませんでした結果オーライことになっちゃって、なるほど。だから皆さん本当ね、釜は結構ね、気をつけてほしいです、ただそんな高いパーツじゃないんで、本人が大体ごめんなさい、もう値段はっきり調べてはないんですが、ざっくり5000円ぐらいです。5000円から6000円ぐらい、ただミシューさんに交換してもらう場合、技術料、1万円はかかるかなってどのくらい取られるかな、それにもよるんですが、物は5000円ぐらいです、で大釜の場合が大体8000円から1万円ぐらい、ただもうこれはね、割とまだすんなり簡単に変わる部品なんで、本当ある程度傷んできたら釜のことは皆さん意識してもらえた方がいいと思います。糸切れ対策系はそんな感じですね。どうぞ。針板の傷ってあるじゃないですか。糸切れの原因。いいご指摘です。もう針板のもあります。ちょっとこっち持ってきてみましょう。針板、確かに針板の傷とか、これですね。これ最高に悪い針板です。今ちょうどこれもつるかな。これもね、やっぱり擦れて、ありますね。この針穴のところが、もう穴の中がガタガタに、結局もうここに余分な糸が遊んだやつが擦れてね、いっちゃうんですよね。そう、あと針折れとかでゴキュッと、で皆さん結構僕らが割と何でもかんでも縫っちゃうから太めの針穴してるんですが、これもまた好みでね、やっぱり太めの穴にしとく方が太めの針もかけれるんで、ただ全く同じものを毎回縫われる方は極力針番手に合ったちっちゃい針穴の方がやっぱり布がこう沈み込まないんで、バカ肉防止にはなるんですが、沈み込んでコブ作られることで、その簡単に言ったらギャザーみたいにちょっと穴にへこんだ状態で縫い目が作られるんで、キュッとそういうトラブルが起きやすいと。そうグッと寄っちゃうんですよ。そうか、そういうことか。消しがどこ行ったか。消しは針板1枚でね、やっぱりこうグイッとこう布がこの沈むか、もしくはその針穴が細かったらもうほとんど沈まずにこういくんでね、平たい状態みたいな感じでちゃんと縫えるかな。鉄製の針穴ってやっぱり大事なんですよね。ただ僕らはもう多少もハンドリングでごまかしちゃう。使う針の番手が結局一定してないんで、あまり細い針穴だったら本当やっぱり針ってまっすぐ生地に刺さってくれないんで、ちょっとでも曲がって刺さったらもうこの横に当たってボキ、こっちに当たってボキって感じになっちゃうんで、僕は割と本当はいけないんですけどね、
本当は適正ハリーター使った方がいいんですけど、ちょっと大きな使ってます。まああとハリ棒がねガタ来てたらやっぱりそれだけハリ落ちもそうなんです。変わってきますし。ですね。稀にありますね。ハリ棒が本当手で触ったらカタカタするやつで、毎回パキンパキンとか当たるやつね。そうか。でこれはもう僕 B の16っていう他のミシンついてるの、僕もこれ22使ってます。めちゃくちゃでかいですね。22か18使ってます大体。B の16だったらもう実質14番使えないんで。まあそうですね。プラス4ぐらいはその使う針のって言われてますよね、一般的には。そうだから一般的に考えるとこれ B の16って言ったら大体11番か12番が適正がいいになっちゃいますんで、僕はもう大体16番までは普通に使うんで、22番のアリアナ使ってます。まあハリータもそんなに高いものではないです。そうですね。もうこれ本当消耗品ですよね。で僕も本当ハリータもやっぱりゲージの一つですよね。もうすぐ定規ピッと置けれるように。まあそうですね。メモリが書いてあること。定規付きのハリータが好きです。定規付きが好きですね。